皆様、本日はこちらのえのき、こちらをメインにえのきじゃないえのき、やみつき肉味噌えのき作っていきたいと思います。はい、やっていきます。で、材料は豚ひきとえのき、あとは人参、ネギと、あと生姜と、これはね、お好みなんですけれども、これ前ちょっとあった干し椎茸、こちらをね、少し戻してます。まあでも、量は少量ですね。2個分ぐらいですね。これはもともとカット済みの干し椎茸なんですけれども。で、あと、この戻し汁を100ですね。まあこれはなくても大丈夫。別に椎茸がね、なくても大丈夫な。ただちょっとこの前すごい美味しかったのを覚えてたので、一応入れようかなということで、これはなくても大丈夫です。じゃあやっていきます。で、基本的にはもう、ネギとか人参は全部ブンブンチョッパーで、ちゃちゃっと終わらせようと思っておりますので、まずは人参1個、これ皮剥いております。これをブンブンチョッパーしていきますので、ちょっとね、ブンブンしやすいように、細かめにカットしておいてください。あんまりね、大きいと刃が回らないんでね。で、適度に粗みじんですね。半分ずつぐらいにしとかないとね、スムーズに回らないと思うので。はい、じゃあまず人参からブンブンしていきます。じゃあ人参はこれくらいの粗みじん切りで、まあボウルにちょっと出しておいて。はい、じゃあ人参のブンブンが終わったらお次はネギ。ネギももうブンブンで終わらせます。あと生姜ですね。で、ネギと生姜なんだけど、生姜はこれくらいの量なんで、まあ親指の第一関節分ぐらい。それくらいで大丈夫です。こちらも同様にブンブンしています。はい、じゃあネギもこんな感じでブンブン。で、あと残りのネギと、あと生姜ももう一緒にやっちゃいます。じゃあネギと生姜は終わりと。一応これでね、ブンブンするのは終わりかな。干し椎茸もね、一緒にブンブンしちゃってもいいんだけど、ちょっと水っぽいから、ぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないから、椎茸だけは包丁でやろうかなと。はい、じゃあこれでとりあえずネギ、人参と生姜は完了です。そしたらまあ一応この干し椎茸、こちらもまあ粗みじんでいきます。はい、こんなもんで、椎茸の粗みじんは OK。はい。で、ひき肉はまあこのまんまなんで、あとはえのきですね。じゃあえのきは、みじん切りほど細かくはなくていいので、まあ食感もね、欲しいし、えのき感もね、味わいたいので、まあ1センチぐらいかな、大きさ的に、長さ。それくらいにカットしてください。この根元の付近は炒めるときに一緒にほぐしちゃっていいので OK。 で、あと豚ひき肉今回は350ぐらいあります。で、あと今回合わせるお味噌ももうこの段階で合わせておきますね。で、僕は今回仙台味噌を使うんだけど、まあ合わせ味噌なんとか普通のねだし入りのお味噌とかでも大丈夫です。はい、こちらは大さじ4杯で、味噌大さじ4にお酒、こちらも大さじ4杯。はい、大さじ4。お砂糖、こちら大さじ2杯入れてください。ここにちょっとだけお醤油。量は大さじ1/2ぐらいでいいです。で、ここにあごだし。今回は僕、この、椎茸の戻し汁を 100cc 入れます。ので、これ100プラスあごだしを、まあ、小さじ1杯ほど。椎茸の戻し汁とかを入れない場合だと、あごだしは、もう倍量ぐらいは入れても大丈夫ですね。そしたらこれちょっとよく溶かしておきます。で、水っぽいとは思うんだけど、これは最後ね、一緒に調味料として合わせた後、水分だいぶ飛ばすので。で、まあ適度に合わさったら、あとはじゃあこちらを炒めていきます。では、フライパンに米油を少々。少しで大丈夫です。ちょっとフライパンを温めて、そしたら、こちらに最初みじん切りにしたネギと椎茸、人参とあと生姜。こちらから炒めていきます。まあ、香りを出したいっていうのと、あとな、人参はね、一番多分この中だと火の通りが遅いので、最初に炒めちゃいます。で、適度に香りが立ってくるまで炒めてあげてください。で、まあ、今だいたい2分ぐらいかな、炒めていって、だいぶね、生姜の香りが立ってきましたので、そしたら、この段階でお肉入れちゃいます。ちょっとまあ、この野菜類端っこに寄せて、ひき肉、これ豚です。よいしょ。
回ね、結構味噌が入るので、塩とかは振らなくて大丈夫です。はい、じゃあ豚ひき肉がもう、7、8割方ね、完全に火が入ったら、ここでえのき足しときます。じゃあたっぷりのえのきを入れたら、もう一回混ぜ合わせて、で、まあ、えのきはね、ささっと火は入るので、えのきはたっぷり入れてね。では、えのきがね、軽く火が入ったら、ここで先ほどの合わせ味噌を入れていきます。で、合わせ味噌を入れたら、まあ、結構水分がね、追加されるので、この水分と、まあ、アルコール分ですね、お酒も入ってるので、これが飛ぶまでしっかり炒めます。で、まあ、炒めていくと、えのきとかからもね、また水分が出始めるので、その水分をいい感じに飛ばしてあげてください。で、火は中火ぐらいで大丈夫です。弱めの中火ぐらいかな。保存もね、効かせるために本当にね、しっかりと加熱して余計な水分を飛ばすと保存も効きやすくなるので、これね、焦がさないように気をつけつつしっかり加熱するのがポイントですね。では今ね、いい感じに水分が飛んできて、もうちょっと飛ばしたいんだけど、この段階でちょっと味見してみてください。で、もうちょっと僕塩気が欲しかったんで、今回ね、醤油大さじ1/2分の1しか入れてなかったんですけども、大さじ1杯入れますので、ここで大さじ1/2分の1もう一回追加。大さじ1/2分の1追加です、醤油。で、甘みがね、欲しいよって方は、ここでね、もうちょっとだけお砂糖入れても大丈夫です。ただまあ、この段階で、ちょっともうちょい水分飛ばして、ちっちゃい子はさ、この味付け絶対大好きだけどさ、パンチが欲しいって方だったらさ、鷹の爪入れても絶対うまいよね。そうだね、ちょっと辛み足して。きんぴらじゃないけど。ただでもめっちゃ美味しい。旨味が。なめたけの時と同じ感じでさ、ちょっとだけさ、やっぱえのき入れるととろみが出てくるんだよね。食感が美味しいね、本当に。はい、そしたら最後ここに、お胡椒だけ。まあお塩ね、入れたかったら入れても大丈夫ですよ。塩気が欲しいなって方は。多分大丈夫だと思います。ちょっと黒胡椒はね、しっかりめに。で、もうちょっとだけ水分飛ばしたらいいかなぐらいですね。これで、やみつき肉味噌えのき完成。じゃあ、今回は熱々のご飯と一緒に実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。もこちゃんの方は写真用に撮っちゃったんで、先にちょっと食べて。はーい、いただきます。もう七味もね少しかけております。お好みでね。もりもりすぎてちょっといただきます。いい顔するね。ちょっとじゃあいただきます。まいいね、この食感。まこの肉味噌なんだけどさ、えのきがあるからさ、ちょっとこのとろみがある、ちょっとほんのりなめたけ感もあるじゃん。この中間ぐらいのね、めっちゃご飯が進む味。あと醤油も入れてくれてるし、あととにかくだし、きのこの旨味がすごいことになってる。まっ。いや、今回のさ料理さ、一応低糖質じゃん。これあれだね、ご飯じゃなくてさ、豆腐の上、厚揚げの上、油揚げの中に入れても美味しいだろうね。ないね、これはたまらん。だって七味との相性も抜群。ちょっとピリッとさせるとね、ちょっとかけてみたい。これちょっと七味バージョン。うまいよね。やっぱね、個人的にはこのえのきのコリコリ感が最高ですよ。あとネギって、こんなに味するんだっていうぐらい風味がいいです。ネギのこれ無限にご飯いけちゃう。でまあ冬場とかだからさ、ほんと冷蔵庫で保存すれば4日ぐらいは持つだろうね。3、4日ぐらいは持つと思うから、ご飯がね、足んないんで炊き直してね、ほんまにじゃあ3合炊いたんだけど、あっという間になくなった。消えたね。よかった。ということで、本日はですね、とっても簡単にできるやみつき、肉味噌えのきですね、お紅茶で作っていただいたんですけども、めちゃくちゃご飯が進む。なんならもう
ご飯もっと炊いとけばよかったなって思うぐらい、ご飯が足らないです。めちゃくちゃご飯泥棒。で、今回のその味付けは、甘みもあるんだけど、ちゃんとね、パンチも効いてるんで、最後にこれ、七味唐辛子かけると、よりね、大人の方には喜んでいただけるんじゃないかなっていう味付けになってるのと、あとやっぱ食感だね。えのきの食感やっぱ入ってると入ってないと全然違う。コリッとするのがいいんだよね。そうそう、めちゃくちゃ美味しいです。なんで、なめたけが好きな方は、よりグレードアップされた味付けだと思って食べていただければ間違いないと思います。ほんともう肉味噌として抜群だよね。そう。なんかね、味噌って聞いちゃうと、なんか味噌感が強いかなと思っちゃうんだけど、こうちゃんのね、この感じはね、絶妙なんだよね。味噌感もあるんだけど、醤油感もあって、なんかね、バランスがめちゃくちゃいいんですよ。本当に病みつきになる味になってるんで、ぜひ皆さん作ってみてください。ということで、本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。